はい、ネイリストのゆかです。では今日はマニキュアの塗り方をやっていきたいと思います。私なりのやり方なんですが、今日は私これ使うの初めてなんですけど、キャンメイク東京のポリッシュを全部揃えてみたので、そちらでやっていきたいと思います。なんかラメのカラーがすごく可愛いんですよね。あともう一本なんか細かいのもあって、それ一度塗りとか二度塗りでも可愛いのかなと思ったんですが、今日はちゃんとマットなカラーを塗っていきたいと思います。まずはじめに油分を除去していくためにエタノールか、あとはご自分の持っているリムーバーですね。リムーバーでもいいので、あとペーパーで拭き取ってあげるといいと思います。でしっかり乾いたらこちらですね、ベースコート塗っていきます。まずは裏にしてエッジ部分を塗っていきます。決して裏に塗るわけではなくて、ちゃんとこのエッジ部分に塗っていきます。そして親指、塗り方なんですが、基本的な塗り方は真ん中を塗って、それから左右どちらかに分けて塗るというのがマニキュアのやり方かなと思います。塗っていく前にまずポリッシュの蓋、トップコートの蓋、ポリッシュ、マニキュアとも言いますね。マニキュアとかエナメルとか言いますね。こちらをもうしっかり混ぜて、手の上でコロコロする感じです。ごめんなさい。コロコロします。なんかこう振るんじゃなくて、手のひらで転がします。コロ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 。そうすると気泡が入らないんですね。気泡が入らず混ざってくれるので、とても塗りやすくなりますね。でこちらも蓋を開けておきます。使う方ですね。使う方を開けていきます。今日はそれじゃあちょっと見やすいように茶色を塗っていこうかなと思います。また別動画で分かりやすいポリッシュの色を塗っていこうかなとも考えていますが、今日はとりあえず茶色とピンクの組み合わせ、王道の組み合わせでやっていきたいと思います。ではベースですね。ベース塗っていきます。でお爪ですね。最初は裏にしてこのエッジ部分を塗っていきます。決して裏を塗るわけではなくて、このエッジの部分ですね、やっていきたいと思います。本当にこう裏からエッジを塗るときは、ポリッシュの筆にほとんど液体がついてない状態、横にするとこんな感じですね。ほとんどついてない状態で塗っていきます。では塗ります。でしっかり端っこまで塗ります。もうちょっとこう端っこが足りてないので、そこにも塗っていきます。でベースコートなんですけれども、ベースコートは均等に薄く塗っていくのがいいのかなと思います。結局これにカラーが、2回なり1回なり重なるので、どうしてもベースコートからボテッとしてしまうと仕上がりが太っちょになっちゃうんですね。なのでボコボコにならずボコボコにならないように均等に薄く塗っていくっていうのがいいかなと思います。
ただやっぱり爪がジェルオフしたりしてこうボコボコしてる場合とか、そういう場合はベースコートを2回塗ったりとか、ハードナーとかそういったものを2回塗ったりとかして補正していくといいかなと思います。ではお爪の表面塗っていきます。では最初はエッジ部分、しっかり筆をしごいてあげて、裏にしてこの部分をちょうど厚みの部分ですね、裏じゃなくて厚みがある部分、爪の厚みの部分を塗っていきます。こんな感じ、こう塗っていきます。そして次、では表面塗っていきます。表面は結構私はたっぷり取ります。裏はもう何もない状態になってるんですけど、表は結構こんなぷっくり、わかりますか？こんな感じ。手前からグッとキューティクル際に押して、でちょっとなだらかにして塗ります。で足りなくなったらボトルに戻して、そして端っこ塗っていきます。そしてこちら側、どうしてもねこっち側は私は端っこまで塗りたいので、はみ出しても修正すればいいので、修正のポイントがもうすぐに修正するってことですね。次のお爪に行って戻るとかじゃなくて、もうすぐ修正してあげる。こんな感じに綺麗に塗れました。また次の動画でお会いしましょう。ゆかでした。アレンジ方法です。先端にラメをのせてます。クリア系のラメがいいかなと思います。こうすると少し剥げてきた先端のエナメルが少し隠せます。持ちも良くなります。試してみてくださいね。